皆さんこんにちは。トレジャーハント案内人、レムです。皆さん、世界にはまだ発見されていない財宝が眠っていると聞いたら、どう感じますか？そんなの映画や小説の中だけの話だろうと思うかもしれませんが、実は現実の歴史にも、本物の財宝が隠されていると言われています。今日は、謎に包まれた、フリーメイソンという秘密結社が隠したとされる財宝についてお話しします。有名な歴史的偉人も関わり、何世代にもわたり、人々を魅了してきたこの財宝には、一体どんな秘密があるのでしょうか？それでは、冒険の旅に出かけましょう。フリーメイソンの起源と財宝伝説。まず、フリーメイソンとは一体、何者？フリーメイソンは、中世ヨーロッパで、石膏たちの組合として始まりましたが、次第に貴族や政治家、学者たちも加わり、世界中に広がっていきました。その中には、ジョージ・ワシントンやベンジャミン・フランクリン、ナポレオン・ボナパルトなど、名だたる偉人たちも関わっていたとされます。彼らの理念は自由、平等、博愛。一見、理想的な組織に思えますが、その活動内容は厳重に秘匿されており、謎が絶えない秘密結社なのです。フリーメイソンが持つとされる財宝の噂は、アメリカ独立戦争やフランス革命の時代から広まったと言われています。独立戦争では、この秘密結社が独立を支援するために財宝を資金源として利用したとも言われていますし、古代エジプトや中東から運ばれた秘宝を隠し持っているとの話も、これらは歴史的にも宗教的にも極めて重要な意味を持つ品々とされており、数百年にわたり世界中の人々の想像力をかき立ててきました。財宝が眠る場所？カナダのオーク島。フリーメイソンの財宝が隠されていると言われる場所の中でも、特に注目を集めているのがカナダのオーク島です。この小さな島にはマネーピットと呼ばれる謎の縦穴があり、何百年にもわたり世界中のトレジャーハンターを引きつけてきました。オーク島の伝説が始まったのは1795年に地元の若者たちがこのピットを偶然発見した時です。ピットを調べていくと、一定の深さごとに木材が層状に敷かれている構造が見つかり、まるで意図的に設計されたかのように思われました。そしてさらに掘り進めると、地下水が流れ込んできて、深い部分にたどり着くことが非常に難しいという巧妙なトラップまで組み込まれていたのです。この複雑な構造があるために、オーク島のピットは、フリーメイソンが財宝を守るために設計したものではないかという噂が立つようになりました。フリーメイソンは建築や暗号に長けていたとされ、結社のシンボルや暗号で財宝の場所を隠していたとも言われています。そのため、多くの人はオーク島の財宝もフリーメイソンが仕掛けたトラップの一部だと考えているのです。しかし、未だこの財宝にたどり着いた者はおらず、数々のトレジャーハンターが命がけで挑んでいますが、最深部に近づくたびに水が流れ込み、財宝に到達することができません。アメリカ独立戦争とフリーメイソンの関わり。フリーメイソンの財宝について、もう一つ注目すべき歴史的な背景があります。それは、アメリカ独立戦争と秘密結社の関わりです。当時、ジョージ・ワシントンやベンジャミン・フランクリンといった独立を推進した多くのリーダーたちが、フリーメイソンのメンバーでした。独立戦争の陰で資金を提供していたのがフリーメイソンであり、彼らが持つ財宝が戦争資金として利用されたのではないかとされています。アメリカが独立を果たした後、その資金源となった一部の財宝は行方不明となり、アメリカ各地に隠されたのではないかという噂が広がりました。現在も、アメリカの様々な場所にフリーメイソンの秘宝が隠されていると信じられ、多くの冒険家や研究者がフリーメイソンに関わる建物や遺跡を探索しています。ロッキンガム港の伝説と暗号。フリーメイソンの財宝に関する伝説はアメリカだけではありません。イギリスにもロッキンガム港の財宝というフリーメイソンにまつわる興味深い話があります。ロッキンガム港はイギリスの貴族でフリーメイソンの高位メンバーだったとも言われています。彼は生前に莫大な富を築き、その多くを隠したとされています。そして、財宝の隠し場所にはフリーメイソン独自の暗号やシンボルが用いられたとも伝えられています。特に有名なのがロッキンガムの石と呼ばれる石碑です。この石碑にはフリーメイソンのシンボルや謎めいた文字が刻まれており、専門家たちはこれが財宝の隠し場所を示す手がかりではないかと考えています。多くの財宝ハンターが暗号の解読に挑んできましたが、フリーメイソンの暗号は極めて複雑に作られており、現代に至るまで謎は解けていません。財宝探索に挑んだ人々の奇妙な体験。フリーメイソンの財宝に挑んだトレジャーハンターたちは、奇妙な体験に見舞われることが少なくありません。オーク島のピットに潜り込んだ探索者の中には、まるで誰かに見られているような、不気味な感覚に襲われたという証言もあります。あるハンターは、財宝に近づこうとした瞬間、
背後から引き返せという声が聞こえたと語り、恐怖からその場を後にしたといいます。また、ロッキンガム港の財宝に挑んだ別の探索者は、フリーメイソンの暗号を解読しようと、何年も研究に没頭していましたが、ある日突然何かに取り憑かれたかのように、悪夢を見るようになり、探索を断念せざるを得なくなりました。暗号に関わるものが、不可解な現象に遭遇することも多く、フリーメイソンの財宝には、守護者がいるという噂が囁かれるようになったのです。財宝とロマン、そして呪い。こうして、フリーメイソンの財宝に挑む人々の話を聞くと、単なる金銀財宝ではなく、歴史の闇に触れるようなロマンと恐怖があるのだと感じます。財宝を手に入れることは、言葉にできないような謎や、危険と向き合うことを意味し、それこそが人を引きつける理由なのかもしれません。それでもなお、フリーメイソンの財宝を追い求める人々が、後を絶たないのは、ただの金銀ではなく、歴史や神秘、そして解き明かされるべき秘密が詰まった特別な財宝だからでしょう。フリーメイソンの財宝を追い求める人々にとって、それは単なる物質的な価値を超えた、見つけるべき価値を秘めているのです。財宝探索の道は、普通の宝探しとは異なり、複雑な暗号、巧妙なトラップ、そして何か得体の知れないものとの戦いでもあります。歴史の闇に触れることで、あたかも別の力が働いているかのように感じる瞬間が訪れることもあるでしょう。そして、フリーメイソンが残した暗号やシンボルには深い意味が込められており、解き明かすにはその本質的な知識が必要です。彼らが守り抜いた財宝の謎は、決して簡単には解かせないように仕組まれているのです。現代の財宝探索と新たな発見。近年、フリーメイソンの財宝にまつわる新たな手がかりが発見されたという報告もあります。ある歴史研究家がフリーメイソンの古い文書を偶然見つけ、その中にはオーク島やロッキンガム港に関する記述だけでなく、別の隠し財宝についても示唆されていたというのです。この文書には、フリーメイソンのメンバーたちが重要な儀式を行うために埋めた特別な財宝が記録されていたといいます。さらに、この文書には、その財宝に触れる者には、災いが降りかかるという恐ろしい一文も記されていました。これは単なる言い伝えではなく、フリーメイソンが財宝を隠す際に、実際に呪いや儀式を行った可能性が指摘されているのです。そのため、最新の手がかりに基づき、財宝を探索する新たなトレジャーハンターが現れていますが、具体的な発見にはまだ至っていません。フリーメイソンの財宝にまつわる謎は、単なる金銀の価値を超えた歴史的意図や彼らの教え、そして秘密を守り続ける証なのかもしれません。そう考えると、フリーメイソンの財宝とは、時を超えた禁忌の存在だとさえ思えてきます。さて、今回のトレジャーハントはいかがでしたか？フリーメイソンと秘密結社にまつわる財宝と、その背後に隠された謎やロマンを、少しでも楽しんでいただけたでしょうか？ただの財宝探しではなく、ミステリーと呪いが絡むこの物語には、歴史のロマンと恐怖が凝縮されています。もしかすると、財宝を追い求める人々が後を絶たないのは、その禁断の果実に触れたいという本能的な欲望があるのかもしれません。もし今回の話が面白かったと感じていただけたなら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また次回も神秘に満ちた冒険の旅で皆さんをお連れします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。